どうも、ケイスケです。最近本当に新しいカメラ多いですね。僕としては嬉しいんですよ。僕としてはもう興味のある対象がもういっぱいあって、ありがたいことにちょっと忙しくもさせていただいておりまして、すごく嬉しいんですけど、今日も新しいカメラの話、もうこのカメラに関しては、みんなの声、皆さんの声のおかげで動画を作ることができました。こちら、ルミックスL10 という新しいカメラです。これ発表されたのが5月の半ばぐらいだったと思うんですけども、そのタイミングでめちゃくちゃコメントに来てて、いや、ケイスケさん、ルミックス L10 やらないんですか？持ってないんですか？いつやるんですか？みたいな声がめちゃくちゃ多くてですね、ちょうどね、パナソニックさんにお会いするときに、ちょっと早めに動画作らせてくれませんかって話をしたら、OK ですということで、ちょうど今日多分ね、今日のタイミングで発売されてると思うんですけども、こちらのルミックス L10 動画を作ることができました。本当に皆さんのおかげなんで、ありがとうございます。で、そして、僕の持ってるこのモデル、チタンゴールドモデルですね。実はルミックス25周年ということで、特別仕様のチタンゴールドを先んじて使わせていただいております。実はこれだけね、ちょっと発売日は今じゃなくて、7月にはなるんですけども、内容機能としては同じなので、しっかりルミックス L10 全体としてお話ししていくんですけども、で、ここからが本題ですね。こちらのルミックス L10。正直、最初は僕は注目してなかったです。これね、要はジャンル的にはコンパクトデジタルカメラ、このぐらいのサイズ感のカメラってたくさん持ってるんですよね、僕も。でも正直僕は普段フルサイズセンサーっていう大きいセンサーのカメラを使ってるんで、これマイクロフォーサーズっていう、そこからすると少しちっちゃいセンサーを持ってるんですよ。それでも全然スマートフォンとかよりは大きいので、画質もかなりいいという形ではあるんですけども、どうしてもその辺がどうかな、正直どうかなと思ったんですけども、使ってみてめちゃくちゃいい単純ですよね。もう自分でもびっくりしちゃうぐらい単純なんですけど、本当にいいカメラで、僕これ6月に入ってから使わせていただいてるんですけども、もうほぼ毎日これ持ち歩いてます。それくらい持ち運びやすい大きさで、なおかつ画質めちゃくちゃいいんですよね。で、機能的にも僕の欲しい機能もうモリモリに入っていて、正直僕このカメラにハマってます。いや、もちろんね、このカメラ苦手な部分ちゃんとあります。万能か、どんなシーンでもめちゃくちゃいいかって言われるとそんなことはないとは思うんだけど、だからこそすごく面白いカメラで、もうほんとその万能って、ある意味つまらないと思ってるんですよ。で、ちゃんと使い方を決めてあげるカメラってめちゃくちゃやっぱ楽しくて、その部分ね、ちゃんと今回の動画で伝えられたなと思っておりますので、ぜひ最後まで見ていってくれると嬉しいなと思います。早速行ってみましょう。ケイスケの動画。はい、ということで改めまして今回ご紹介するのはこちら、ルミックス L10 という新作のカメラです。ざっくり概要をご紹介すると、こちらは一眼ではなくコンパクトデジタルカメラっていうジャンルですね。要するにレンズと本体が一体化しているので、レンズが外れるわけではないカメラです。逆に言うと、レンズはね、追加で買う必要なので、基本的にはこれで完結するという形になります。本当に分かりやすく見た目はかっこいいですよね。僕このゴールドと黒のデザインめちゃくちゃ好きなんですよね。可愛くて。はい、ちょっと余談ね、話しちゃいましたけども、モニターももちろんバリアングルでついていて、ファインダーもついてる。なので、基本的には、写真メインの人が買うカメラだと思っています。なんですけど、僕これ動画でも結構使ってるんですよね。動画でも使い方によってはかなり使えるカメラなので、その辺も含めてご紹介していきたいと思います。ということで、外観とスペック見ていきましょう。はい、こちら、ルミックス L10 というカメラになります。かっこいい、改めて。で、スペックご紹介しておきます。さっきも言った、レンズ一体型のカメラになっていて、有効画素数は約2040万画素。で、レンズの焦点距離はフルサイズ 35mm 換算で24から 75mm ですね。レンズ構成は8分11枚。で、レンズすごく優秀で、実はですね、ここにね、F 値の記載が実はあったりするんですけども、広角側 F1.7 から使うことができます。で、望遠側に言っても最低 F2.8 から使うことができるんで、このズーム域考えてもかなり明るいレンズなのが分かります。で、シャッタースピードは電子シャッターだと32000分の1秒までかなり速いところまでいきますね。なので日中でも F 値を下げながら撮影ができます。あと連写ですね。連写も電子シャッターを使うと30コマまで撮影ができます。動画性能意外に良くてですね、動画性能 4K の 120p まで撮影ができます。
このねサイズ感には似合わないぐらい写真のスペックとしてはかなりモリモリなんですけども、動画のスペックもかなり良くてですね、実は最大 5.7K の 60p まで撮影することができます。またですね 4K のスローモーション 4K の 120p っていうのも撮影できるので、スローモーションの表現っていうのもできるというのがすごく嬉しいですね。で最後重さとしてはバッテリーとかメモリーカード含めて約 508g という形になっています。でそしてここから外観もご紹介していきます。僕の持ってるモデルはさっきからご紹介しているチタンゴールドのモデルなので、他にねブラックとシルバーの2モデルがあって、その場合はこのレックボタンっていうのが赤になっていたりします。なので若干色味は違いますね。で一応ね本当はここにシューカバーっていうのがあって、ここのシューカバーも同じチタンゴールドのカラーになっています。で操作感としてはシンプルで、ここは電源ボタンですね。電源ボタンとモードダイヤル、電源をつけるとこんな感じでレンズが伸びますと。でズームレバーここにあるのでずーっとズームしてあげるとこうやってレンズが伸びたりとか。でこちらがレックボタン、録画ボタンと、あとは露出補正のボタンで、背面の方に行くと、ここに普通にダイヤルがありますね。親指ダイヤルがあって、プレビューボタン、ディスプレイボタン、あとクイックメニューボタンと、ゴミ箱ボタンがあります。でこちらのモニターの上にもボタンがいくつかあって、この AF オンボタン、ラットボタン、あとは写真動画の切り替えスイッチとモニターとファインダーを切り替えるボタン、いろんなボタンがかなりあります。この辺もね、AF オンのボタンとか、あとはレックボタンとかもカスタムすることができるんで、あんまりこの辺使わないよって人は他のボタンにしちゃうのもありですね。で側面見ていくと、こっち側の側面ですねには、USB-C のポートがあって、ここからね充電することもできます。そして上のところにはマイクジャック、こちらのマイクジャックがついていますと。で逆側は特になんもないですね。で背面なんですけども、ここに三脚のネジがあって、こっち側バッテリーで、こっち側に SD カードが入るという形になります。なので三脚とかつけちゃうとちょっと SD カードが取り出しづらいっていうのは1個ね、覚えておいていいかもしれません。で僕嬉しかったのがこのバッテリーですね。バッテリー取り出すと分かるんですけども、こちらのバッテリー、これねルミックスユーザーだと分かると思うんですけども、BLK22 っていうバッテリーで、これね僕が持ってるのだと、ルミックスの S1R2 とか S12 とか、あとは GH7 とか全部同じバッテリーなんですよね。なのでフルサイズセンサーとかに使われてるバッテリー併用して使えます。でその併用して使えるっていうのも嬉しいんですけども、やっぱそういうフルサイズに使う用のバッテリーっていうのが搭載されてるので、かなりバッテリー持ちいいんですよね。本当ね僕これ動画で使ってても全然 2,3 日充電しなくてもギリ持つかなっていう感じで使えちゃってます。写真とかだったら下手したら1週間ぐらい持つんじゃないかな。もちろん使う頻度にもよるんですけども、写真だとモニターで420枚撮れるということなので、1日100枚ぐらいに留めておけば一応4日ぐらい持つと。本当にフルサイズの一眼とかと比べると 1.5 倍ぐらいバッテリーが持つというような形になります。外観としてはそんなところなんですけども、1個見てほしいのがこれメニュー、つけてこうやるとこれ分かる？これ中のメニューも実はゴールド仕様になってるんですよ。これはチタンゴールドモデルだけなんですけども、中のメニューも全部チタンゴールド仕様になっておりまして、やっぱこの統一感、メニュー開いた時に嬉しいなっていう風に感じちゃいますよね。ケイスケの動画ということで外観とスペックご紹介してきたので、作例でしょ。ちょこちょこさっきから流しているとは思うんですけども、写真も動画も作例撮ってきたので、ぜひ見ていただければと思います。どうぞ。
iPhone モリモリじゃない？はい、ということで作例見ていただきました。めちゃくちゃ良くない？いや、マイクロフォーサーズセンサーのコンデジってちょっとね、さっき冒頭でも言ったんですけども、バカにしてたんですよ。ちょっとボケ感もあんま良くないんだろうなとか、やっぱどうしてもフルサイズセンサーと比べるとちょっといまいちなのかなみたいな部分もあるかなと思ってたんですけども、全然そんなことないね。楽しいって思うぐらい本当にいろいろ写真撮るのも動画撮るのも楽しいなと思っちゃいました。でちょっとねたくさん言っていきたいことあるんですけども、本当にいいところ多くて、まずは今言ってた画質、めっちゃいいというか、本当にもう本当に謝りたい。僕ね、本当に今までそれこそルミックスの GH7 とかああいうフラッグシップのマイクロフォーサーズのカメラは確かにいいっていうのは分かったんですけども、やっぱそれ以外のマイクロフォーサーズはなんとなく使いこなせてなかったのか、なんかいまいちピンとくる画質ゲットできないなと思ってたんですよね。なんですけどこれに関しては驚きました。でなんでねこんなにびっくりするぐらいいいんだろうと思った、理由が2つぐらいあって、1個はレンズですね。このねレンズがやっぱめちゃくちゃいい。いやこれコンパクトデジタルカメラに入ってるレンズのスペックじゃないわ。だってフルサイズ換算 24mm から 75mm っていうと大体広角ねそこそこ広い、これもね25mm っていう画角で撮影してるんですけども、このぐらいの広さからグッと寄って 70mm まで撮影ができるんですよ。まずこの焦点距離めちゃくちゃ便利じゃん。もちろんそれ以上のクロップズームとかもできるんですけども、広角ズームとしては24から 75mm、 これめちゃくちゃ便利な上に、さっきもちらっとご紹介したと思うんですけども F 値ね、 F 値が広角だと 1.7 からで、望遠までいっても F2.8までしか上がらないと。この F 値の低さっていうのがやっぱりボケ感だったり明るさっていうのにつながってくるんですよね。やっぱボケ感明るさがいいとノイズっていうのもすごく少なくなってきたりとか、あとはボケ感があると被写体っていうのを強調しやすいというのがあったりするんで、本当いいとこだらけなんですよ。なのでこのカメラの本当特筆すべきはこのレンズだと思ってます。もう紙レンズマジで紙レンズがそのままついてるからコンパクトになりましたよっていうめちゃくちゃ嬉しいカメラで、このレンズの部分のスイッチっていうのもねまたこれめちゃくちゃいいんですよね。さっき外観のところでご紹介し忘れたんですけども、レンズのねこのスイッチよく見てみると、ここに何にも書いてないところから123っていうスイッチがあったりします。でこれ何かっていうと、もちろんカスタム機能で切り替えることもできるんですけども、基本的にはステップズームっていうのが割り当てられています。このカメラの場合ここにズームレバーっていうのがついてるから、基本的にはここのレバーをピューって上げてあげればズームができるんですよ。はい、なんかズームしやすいの、そうこういうのとかね、はい、こうやってズームができるわけですよね。はい、なんですけどもこのレバーっていうのを例えば1にしてあげると、35mm まで動きます。逆に3とかにしてあげると75mm まで動きます。っていう形でここの番号に焦点距離を割り当てることができるんですよ。これをしておくと何がいいかっていうと、例えば今日は 50mm で撮りたいとか、今日は広角目で撮りたいとか、なんかそういう気分の日あるんですよ。とかこのシーンは35でこのシーンは50で撮りたい、このシーンは75で撮りたいとか、そういうシーンによって分けたりもできるし、気分によって分けたりもできるし、とにかくなんか適当にズームしてではなくて、それぞれ焦点距離を3つくらい持ってるくらいのイメージで撮影ができるんですよね。なので例えば電源を切ってる状態でここも3に合わせておくと、でこの状態で電源をつけてあげればすぐさま 75mm までズームした状態で撮影することができます。いいですよね。ちなみにねこの123の焦点距離の割り当てっていうのはこのファンクションスイッチの割り当てから変更することもできます。これをしてあげると焦点距離が変更できたりとか、そもそも機能ズームじゃなくてフォトスタイル、リアルタイムラットとかいろんな機能に変更することもできるんで、僕の場合はステップズームにして35、50、75この3種類にしてあるんですけども、それ以外の機能にするってこともできるので、自分でねお好みでカスタマイズしてみてください。であとね本当に僕が嬉しいなと思ったのがリアルタイムラットです。このリアルタイムラット、要するに自分の好きな色味、クリエイターさんが作った色味っていうのをカメラ内にインポートしてそれを使うことができるという機能なんですけども、これが本当世の中のカメラでは少ないんですよ。まだまだ要は自分の好きな色っていうのをカメラ内にインストールしてプレビューすることができないっていうカメラとっても多いんですけども、そんな中でルミックスのこのコンパクトなカメラがそれを実現してきたと
いうのがめちゃくちゃ良くて、やっぱりここに映る色味っていうのはすごく気持ちに直結するというか、ここに写ってる写真がいい色で表現されたらうわ楽しいってなるじゃないですか。逆にここに写ってる色がしょうもなかったらやっぱりテンション上がんないんですよ。僕の場合撮る時のテンション、気持ちっていうのはすごく大事だと思ってるので、その気持ちをね上げてくれるこのリアルタイムラットの機能っていうのはもう超いいと思ってます。でその上で自分の色味なんてねえよという人は元からねサンプルラットっていうのが3つぐらい入っていたりするので、それも使うこともできるし、それの他にねフォトスタイルっていうのもいろいろ使うことができます。はい、フォトスタイルで言うとスタンダード以外にビビッド、ナチュラルでフラットとか風景とかこの辺を選ぶことができます。あとライカモノクロームとかモノクロームもありますね。こういうねラットだけじゃなくプリセットで入った色っていうのもあるので、ほんといろんなカラーで楽しむこともできます。そういうカメラの中にプリセットで入った色っていうのもある他に、あとはですねルミックスラボっていうスマートフォンのアプリがあるんですけども、これを経由することで新しく自分でラットを作ったりとか、そもそもその中で色編集をしたりとかすることもできます。で今回のルミックス L10 ルミックスラボとの有線接続にも対応してるんですよ。もちろんワイヤレスで接続することもできるんですけども、やっぱ有線の接続の方が安定するし、あとはロー写真とかの読み込みっていうのも早くなるので、その辺も僕は使っててめちゃくちゃ嬉しいなと思いました。本当に USB-C to-C のケーブル1本持っていけばそれだけで接続が済んじゃうので楽ですね。でやっぱ色味関連は本当さすがルミックスだと思うんですけども、このリアルタイムラットの機能、写真だけじゃなくて動画にも使えますと。で動画にはリアルタイムラットの機能だけじゃなくて、ちゃんとログ撮影とかをするとき、要は後で色編集をするとき用にちょっと色の薄いダイナミックレンジの広いフォーマット、ログ撮影っていうフォーマットで撮影することがあるんですけども、それをカメラ内でプレビューするためのラットっていうのをインストールすることができます。なので色編集前提の動画ではレックできてるんだけども、ここのプレビューではめちゃくちゃ綺麗という状態で動画を撮影ができるんで、動画の撮影もテンション上がりますよね。で動画撮影の時に嬉しいなと思ったのがこれですね。このマイク、こっちにも対応してます。DMW DMS1 っていうねルミックスの紙マイクなんですけども、もうこれプスッと挿すだけ、これだけで接続ができます。でその上で指向性っていうのも変えることができます。ここにねちゃんとこういう感じで、LED ついてますけども、ここで指向性、音の取る方向っていうのを変えることができます。なんで動画の音もめちゃくちゃ良くて、感動ですよね。はい。そんな感じで本当に写真に関しても動画に関しても僕は結構いいなと思うところが多いカメラでした。もちろんファインダーがついているのも僕は写真撮る上ですごく素敵だと思うし、あとはねアスペクト比、マルチアスペクト比っていうのに対応してて、要するにただの、4対3とかのフォーマットだけじゃなくて、3対2とか16対9とか1対1とかいろんな比率で写真を撮ることができます。1対1の比率とかも面白いですよね。本当にケイスケの動画、はい、ここまで本当にいいところをたくさん語ってきましたが、このカメラに関してはちょっとね最初の方にもご紹介した通り苦手な部分はちゃんとあります。苦手な部分というか、こうでもよかったのになっていう部分ご紹介しておくと、まず1個、動画めちゃくちゃ綺麗なんですけども動画の手ブレ補正はやっぱ弱いです。手ブレ補正が弱いってちょっと極端な言い方なんですけども、これねあくまで Vlog カメラではなくてどっちかっていうとスナップシューター、写真向けのカメラではあるんですよね。動画のスペックもめちゃくちゃいいんですけども、じゃあ Vlog するために自撮りできるかでいうと、自撮りしようとするとちょっと手ブレが気になると思います。このねセンサー側に手ブレ補正がついてなくて、動画で使うときは動画の電子手ブレ補正のみになるので、動画の手ブレ補正弱いっていうのは正直最初残念ではあったんですけども、僕の場合最近あんまりカメラを動かさずに撮るってことも多いんですよね。特に自分の妻のエリコちゃんの動画を撮るときとか、そういうときは固定していろんなカットを撮るっていうのがすごく多くて、そういうシーンにはめちゃくちゃ合ってるなと思いました。小回り効くし、コンパクトに持ち運べるし、そういうマイクもつけれるし、で静止してるとかなり手ブレ補正も効くしと、僕のそういう使い方としてはかなり合ってるなという風に感じました。とはいえ歩きながら自撮りするとかそういうシーンではちょっと弱いというのは覚えておくといいかもしれません。で2つ目気になったのがオートフォーカスなんですけども、オートフォーカスもちろん速いです。オートフォーカスもちろん速くてそこそこ正確なんですけども、ただ100点ではないです。僕の使った感覚だとオートフォーカスの精度としては、いろんなカメラと比べると、75点ぐらい、もちろんいい。
もちろん基本的に使う分にはそんなに困らないんですけども、やっぱりコントラストのちょっと弱い被写体、真っ黒な被写体にピントを合わせようとする時とかやっぱ弱いし、あとはこういうね、人がちゃんと出てるシーンでもよーく見てみると若干ボケてる気がするんですよね。もう少しマニュアルフォーカスで追い込んだ方がピントはジャストで合ってくれるのかなっていう風にも感じました。極端に外すとかそういうシーンはあんまり多くないんですけども、若干のズレを感じる時もあるので、オートフォーカスに関してはそこそこですね。スナップで写真使う時とかは F4 ぐらいまで上げてあげるとすごく気持ちよく撮影ができると思います。で、3点目気になったのが、若干ズームが遅いところですかね。ズームスピード、これね、僕最速にしてるんですけども、やっぱ若干遅くて、さっきね言った通り、これ例えば3番に合わせておけば最初から 75mm にズームができるんですけども、電源を押します。こっからキューッとズームがされるという形ですね。若干遅いですよね。やっぱキュッとズームできればすごく嬉しいなとは思うんですけども、そこまでのスピードではないと。で、ズームレバーで操作するときもやっぱりキューッと時間はかかるので、あの被写体撮りたいっていうのでキュッと 75mm にとかはできないです。ちょっとやりづらいかなと思います。気になる点としてはそんなところでしょうか。ケイスケの動画、はい、ということで熱く語らせていただきました。そんな感じで苦手な部分はちゃんとあるんですよ。苦手な部分はちゃんとあるんだけど、やっぱ僕がハマってる大きな理由としては、このコンパクトさで動画も写真もすごく水準がいい水準で出てくれて、でコンパクトさと被るんですけども軽いというところですね。やっぱ持ってみてわかるけど軽いし、ここにちゃんとグリップがあるんで持ちやすい、カメラのサイズ感としてすごくちょうどよくて、で例えば妻にも持ってもらったんですけども、やっぱ軽いねっていう風な話をしてたんで、そんぐらい本当に女性が持っても軽いと思えるカメラで、クオリティが出るってやっぱロマンなんですよ。いくら画質が良くてもやっぱある程度重たいカメラって持ってけなかったりとかするじゃないですか。いやいや、そのクオリティがこのコンパクトなカメラで実現できるんですよ。だったらさ、持ちたいやん、持ち歩きたいやんってことで、もうこれは超推しのカメラです。本当にですね、このリアルタイムラットっていうカラーの機能とかがついたおかげで、このカメラ1台でかなり何でも完結しちゃうなと思うくらいのいいカメラです。僕みたいな職業カメラオタクみたいなやつはフルサイズのカメラを持ってとか、いろんなカメラを持って使い分けるとかやるんですけども、いやいや1台だけ、しかもコンパクトで買いたいんだよ、でそこそこのクオリティで出したいよっていう人は、もう結構これは決定版だと思います。持っておいて間違いないカメラだなと思いますので、ぜひ気になる方チェックしてみてくれると嬉しいなと思います。で、その他ですね、このカメラについてはまだまだね、動画出したいなと思ってるんですよ。思っているので、この辺気になります、検証してくださいとか、そういうのがあればぜひね、コメントでいただけると嬉しいなと思います。そしたらその部分を検証してドドーンともう一本動画出したいと思いますので、ぜひコメントの方よろしくお願いします。ということで、今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。